皆さんは全く太陽が昇らない世界での生活を想像できますか？北欧スカンジナビア半島のさらに北、北極海では地球の自転軸が公転軌道からの垂直に対して約 23.4 度傾いていることから、季節によって一日中太陽が出ている日、白夜、反対に一日中太陽が昇らない日、極夜が存在する。今回はどうして人々は太陽が昇らない暗黒の場所に暮らすのか、そして暗黒の中、人々はどのように暮らしているのか、その実態を見てみました。はい、皆さん、What's up? バッパー翔太でございます。現在はですね、世界で最も裕福な国の一つ、ノルウェーの首都オスロに来ております。ノルウェーはですね、一人当たりの GDP 世界トップクラス、主要産業はですね、石油とガスってことで、ヨーロッパではですね、ロシアに続き天然ガス埋蔵量が多い国みたいなんですけど、今回はですね、ここオスロから約2000キロ離れた北極圏の超辺境の離島にはですね、現在極夜のシーズンで4ヶ月間太陽が昇らない中、北極熊と共に暮らしている人々がいるとのことで、その実態を見に行ってみたいなと思います。現在はノルウェー領になる北極海に浮かぶスバーバル諸島は1596年にオランダの探検家によって発見され、かつては人一人住まない未開の地だった。しかし1604年にイギリスが北極海でセイウチやクジラがよく取れることを知ると、商業的な目的でセイウチやクジラ狩りが盛んになり、スバーバル諸島は捕鯨活動の中心となった。その後、ヨーロッパ諸国でセイウチやクジラ、北極熊をめぐり覇権争いが起きたが、時代とともに捕鯨活動が衰退したことにより、1820年代には人の姿を見かけなくなるほど静かな場所となった。しかし1890年代に石炭鉱床が発見されたことをきっかけに、ノルウェー、イギリス、アメリカ勢による採掘が始まると、19世紀末まで無人島だった島には定住者が生まれ、採掘権や労働争議などスバーバル諸島の主権問題が議論され始めた。その結果、すべての諸盟国は漁業、狩猟、鉱物資源に平等な権利を持つことを前提にノルウェーが主権を得ることになったが、第二次世界大戦にはドイツとソ連が侵略と占領、連合軍が奪回するも、冷戦時代にはスバールバール諸国の人口の約3分の2がソ連人が占め、スバールバール諸島の共同統治をソ連は提案したが、1947年にノルウェーはこれを拒否。その2年後の1949年にノルウェーは NATO に加盟し、現在に至る。さて着きました。ここがですね、世界最北端、スバルバール諸島最大の町、ロングイエンビーンでございます。規格外の寒さでございます。現在の気温マイナス15度っていうことで、こんな暗いのに今昼の2時でございます。予測困難な冬のスバールバール諸島の最も寒い気温はマイナス約25度からマイナス35度。また人口約2400人より多い北極熊の個体数は約3000頭。スバールバール諸島では一年中どこでも北極熊に遭遇し襲われる危険性もある、地球上で最も生活するのに過酷な環境状況と呼ばれているみたいです。さて今なんですけど、白い物体が走るまと思って白熊か思った。あれ何やあれ。あれは一体何ですの？カモシカトナカイ？トナカイの子供か。お前は一体何なんや。はい、街の中心地付近にやってきたんですけど、街暗黒の世界やわ。北欧入ってから3週間ぐらい経つんですけど、太陽 1,2 回しか見てない。それでももう心憂鬱やいう感じやのに、この暗黒の世界が毎年4ヶ月続くんですよ。俺多分無理やわ。さっもう顔痛。で、ここはですね、世界で最も北にあるガソリンスタンドだそうです。で、その横にはトヨタもあります。なんとここ多分世界で最も北にあるトヨタショップちゃうんすか。しかし寒い。で、ガソリン入れるところがこんな感じで1個だけある感じですね。やっば。しかも世界一北のガソリンスタンドはサークル系なんや。残念ながら店は閉まってますけど、こんな感じですね。寒い。
現在この町には50カ国以上の国籍の方が住んでいるみたいで、条約加盟国民であればノルウェー国民と同じ平等な居住権、すなわちビザなしで永住可能とのことみたいです。でもなぜわざわざこんな過酷な地での生活を選んだのか。はい、ということで現在やってきたのが世界一北にあるカフェっていうことで、街歩いてみた感じ、ポツンポツンといろんな店がね、開いてるなっていう感じで、聞いた話によるとですね、幼稚園から小中高の施設もあるっていうことみたいです。で、このね、街は一日中くらいということで、オーロラが見れる可能性もかなり高いということで、僕まだ一回も見たことないんで、滞在中にね、見れたらなと思うんですけど、いや、しかし外は寒いです。気温がですね、マイナス16って出てるんですけど、体感気温がマイナス23とかなんで、風とかね、そういうもう気温では感じられない寒さがあるなって感じです。Originally, I'm from Lithuania. When did you move here? 5 years ago. What kind of things brought you here? So I got a job offer as a hotel manager, and I thought I'll move here for a year, for a season. I lived in Denmark at that time, and I was thinking it's just like I'm gonna do a season. I'm very curious. I'm always wanted to see Svalbard, so it was a good possibility to do a year. And I think it was a month later that I decided that I'm not leaving. So, so yeah, I kind of fell in love very fast with the place. What's the good things about living here? The good things, community, I would say. It's a very international community, and it's a small place, so people are really helpful and good to each other. I think that's one of the best things. はい、皆さん、ここがですね、世界最大の種子貯蔵庫っていうことで、実際にね、一般人が内部に入ることはできないんですけど、スバーバルではですね、永久強度があることから将来気候変動や戦争、自然災害などね、人類に壊滅的な脅威があった時に備えてですね、重要なね、食用作物や、世界中から集められた100万以上の種子サンプルが保管されているみたいです。何もないことを願いますが、何かあった時はこの場所が人類を救うことになるのかな。はい、やってきたのが今回滞在する宿なんですけど、地図上では世界で最も北にあるホテルっていうことで、さあホテルの中は一体どんな感じなんでしょうか。わお、めちゃくちゃ暖かいです。でホテルもまた靴脱ぐパターンですかね。靴脱いで中に入るって感じです。うわ、ホテルの中入ってきた感じすごいですね。ちょっとホテルっぽくはないんですけど、すごいいっぱい遊びがありますよ。わお。今回の宿はですね、エアビーは結構高くてブッキングで予約して1泊1万6000円。ちなみにですね、スバーバルの平均家賃は1ベッドルーム約13万5000円、3ベッドルームで約30万円。スバーバルではですね、日本を含む条約加盟国民であれば永住権がもらえて自由に働くことができるみたいなんですけど、住宅のほとんどが有名な企業機関が所有し、従業員に賃貸しているみたいで、個人で所有することはかなり厳しいとのことみたいです。はい、今回はですね、英会話 AI アプリスピークさんからの動画提供ということで紹介させてください。よく視聴者さんからですね、英語はどうやって勉強しているのってね、質問をいただくことがあるんですけど、参考書とかで学んだっていうよりは、僕はですね、基本海外で実際に話すことで英語もね、スペイン語も習得したっていう感じで、個人的にね、やっぱり語学習得で手っ取り早いのは現地でね、たくさん話すことだと思うんですけど、なかなか外国人と触れ合う機会が少ないね、環境の人もいると思います。そこでね、今回とにかくたくさん話すことに特化した英会話アプリスピークのね、アプリを使ってみてほしいってことで、実際にね、使ってみたいなと思います。いろんなね、レッスンがある感じで、今回はですね、自由に役割とお題を決めて AI と会話ができる機能をね、使ってみたいなと思います。で、ここはですね、他のユーザーが作ったシナリオみたいで、自分でね、シナリオとかも作れる感じです。Hi, thank you for having me today. I'm excited to talk about Sweden.What would you like to know first? Where is Sweden? Sweden is in Northern Europe. It's part of Scandinavia and is next to...
でこうやってですね会話を終えると最後に添削をしてくれたり、もっといい表現の仕方をサジェストねしてくれたりもする感じです。すごいですね。 AI の精度めっちゃ高くないですか？普通に喋ってるみたいな感じですよ。僕もですねまだまだ英語勉強中なんで、帰国した時に英語喋る環境ない時とかかなり使えそうな感じですね。詳しい内容については概要欄にねリンク貼ってるんで、年始のキャンペーンとかもやってるみたいなんで、皆さんチェックイットアウトしてみてください。ということで Back to the video。さて、世界一北にあるスーパーにはどんなものが売ってて、一体物価はどんな感じなのか。さらっと見た感じ、こんな辺境の地やのに基本的な食材は案外揃ってる感じですね。そしてですね、この場所ならではのトナカイの肉やクジラとかも売ってますね。でも物価はめっちゃ高い感じで、特に野菜や果物、パスタもめちゃくちゃ高くないですか。その他ね、お肉を含めて一般的に全て高いなっていう印象です。皆さんどうでしょう。聞いた話によると、辺境の地ってことで、週に数回しか物資が運ばれないみたいで、天気が悪い日が続くとね、食材がない時もただただあるとのことみたいです。そして今日はですね、卵がないみたいです。スバルバールではですね 4.75 以上のアルコールはですね国営のお酒屋さんでしか購入できないってことで、聞いた話によるとですね、冬もですね特に何もすることないっていうことで、アルコール依存症になる人たちを避けるためにっていうことがきっかけみたいなんですけど、お酒で購入できる量も決まってるみたいでですね、もともとですね炭鉱業で栄えてた町なんで、炭鉱労働者がお酒ばっかり飲んで仕事ができなくなるといけないのでっていうことで、制限を始めたきっかけみたいなんですけど、観光客はですね空港券見せたらお酒購入できるみたいなんですけど、地元の人はですねアルコールカードみたいなのがあって、アルコールカードを見せることによって、お酒が購入できるみたいです。いや、今までいろんな世界行ってきたけど一番物価高いんちゃうんすか。さっきね地元の人とスーパーの中で話してたんですけど、もう普通に生活したら2人分で1ヶ月だいたい1000ドルから1500ドルぐらい食費かかるみたいです。So how are you, brother? Nice to meet you. Hello, hi, nice to meet you. My name is Shota. You? My name is Davide, nice to meet you. Welcome to Svalbard. Thank you so much, brothers. So how long have you been here for? I've been here almost 3 months now. 3 months. So where are you from originally? I'm originally from Italy. Yes, Italy. from Milan, Italy. Yes. Nice. It is. What kind of things brought you here? Oh well, I like to travel. I travel pretty much all over the world, and this place is just unique. It's one of the most untouched places on earth. So I wanted to experience a place like this one. Right. I think it is worth a try, and so far I'm not disappointed. The place is just beautiful. It's amazing in its own way, of course. いや、もう中に入ってくるだけで幸せやわ。暖かい。外寒すぎや。What kind of food is very popular here? Oh well, the cuisine here is more westernized here. Westernized, yeah. Yes, so they go a lot of burgers, pizza, very simple food, and there's some other places where it's a little more unique, where you can try the whale steak, reindeers, the seals. There's another place in town where you can try the seal heart. Cheers, man. Cheers. Nice to see you, man. Nice to meet you, man. Nice to meet you. さて皆さん、これがですね、世界で最も北でできたビールでございます。いただきます。Oh, actually, it's so nice, eh? Oh, it's nice. まずクジラをいただくっていうことで、こんなところでクジラを食べるとは思いもしませんでした。日本では食べたがあるけど、どんなクジラの味なんでしょうか。いただきます。あ、ちょっと生臭いですね。なんならでもクリームチーズと一緒に食べる感じで、クリームチーズと一緒に食べるとその生臭さがクリームチーズに消えるっていう感じで、クジラに関しては日本で食べる方がうまいです。How's yours, bro? Just very good. Yours is a pepper steak, yeah? I'm a steak lover. You're a steak lover? Yes, I am. So which kind of steak is the best for you? Oh, Best well, steak that's you an ever easy eaten? question. Well, That's the Japanese Wagyu. That's have you not tried? even. Of course, I tried. I tried in Japan.
Yeah, the Japanese Wagyu, the Kobe, and the Hida. Oh, just amazing steak. Best steak in the world. A5. Mwah. さて皆さん、ムーバーガーということで口でいっちゃいます。なんていうかな、独特な肉の味ですね。今まで食べたことないような味なんですよね。でも肉の硬さは結構硬いですね。柔らかくジューシーでジュワーっとなんか肉汁が出るような感じではなく、どっちかというとドライな感じ。今までで一番美味しいハンバーガーっていう感じではないですけど、バーガーの味は全然わからないですけど、ポテトめちゃくちゃうまいわ。さつまいものポテトみたいなんですけど。How hard to live here is economically? It's a place where if you want to come here is well paid. Salary here are pretty good. Tips are very nice, so it's worth to come here, make some money, enjoy a very great experience. And thing is, it's very expensive also to live here. In the restaurants, in the shop, in the cook, everything is very expensive. You have to pay good money, but still you can save quite a lot. 物価も家賃も高いっていう印象だったんですけど、炭鉱や観光、研究、サービス業がね、主なスバーバル諸島の平均月収は約44万円。ノルウェーのね、平均月収の約71万円よりは安いみたいなんですけど、ノルウェー政府がですね、北極圏に住む人々を誘致する努力の一環として、高い税金で有名なノルウェー本土より、アルコール、タバコ、自動車などを含め大幅に税金が安いとのことみたいです。税金がね安くても生活費とね家賃が圧倒的に高いスバールバル諸島ではですね、誰でも住めるわけではなく、十分なですね生活費がない失業者とかですね、あと自分で生計を立てれず、家をですね確保できない人たちはですね強制送還させられるみたいで、この島ではですねニートも禁止されてるみたいです。さて続いて世界で最も北にあるパブにやってまいりました。僕まだ1日しか経ってないんですけど、もし僕ここに住んだとしたら何するんやろうって、逆にほんまに飲むしかなくないですか？いただきたいなと思います。You like? That's very good. That is very. That's my favorite beer here. はい、皆さんおはようございます。初日着いてからですね、次の日、原因不明の高熱で3日間現在寝込んでおります。さすがにアフリカの40度からマイナス20度、60度の気温差は厳しいが、現在、39.3 度の高熱があるんですけど、今日ですね、前々から、地元の人と約束してた彼の生活を見せてもらうっていうことで、彼自身も今日しか時間ないっていうことで、ちょっと高熱があるんですけど、ちょっと行ってみたいなと思います。いやもうマジおいさん出えへんのって一日の感覚狂うっすね。やばいわ。もうなんか一日頑張ったろかみたいな、その活力みたいなのが全く出えへんという、プラス39度の高熱の中マイナス20度でございます。もうなんか笑いしか出えへんな。Thank you so much, Shota. Nice to meet you. My name is Shota. Johan, Nice to meet you. So, where are you from? I'm from Denmark. Denmark. Yeah, Okay. So, what sort of things brought you here? these guys. These guys. Yeah, Oh, dogs. right. I love dogs, and I've always, my family, we always had dogs. So, yeah, combining dogs with being outside and this wonderful place. So this is a gun. So you need to have a gun to walk around in here. Yeah, when you're walking around inside the city, it's not really necessary because it's very rare that we get polar bears. Yeah. But once you're out here, chances of meeting a polar bear out here are still super small. But
it's always better to be safe than sorry. Oh, okay. So what happens if you see the polar bears? So first we have a few things. I have my belt here. Okay. So first thing you would do is always try to scare the polar bear away. Okay, just With scare the- him, yeah. Yeah, exactly. So I have my flare gun. Looks like this. Okay, flare gun. Yeah. But if it's the case that it gets close to the guests and close to us, and you can see that it's acting aggressively and it wants to attack, Yeah. first you would do a warning shot to try and get it away. If that doesn't work and it's coming straight at you, you're gonna have to put it down. はい、ということで今なんですけど、犬ぞりに乗させてもらってます。でもこのマイナス25度の中で犬ぞりはやばいわ、もう寒すぎる。いや、もう手も足も体の芯まで感覚がないわ。ほんまきつい。いや、今回の撮影、今までの撮影の中で一番きついかもしれん。アマゾンのゲロゲロカエルよりもきついかもしれんわ。So, what's the hardest things for living here? One thing is definitely the climate. Yeah. We have darkness 24/7 right now. Yeah. How is that window for you? I think it's been better than I expected. When I came here, I thought, okay, that's gonna be hard, you know, Yeah, because yeah. darkness all the time, no sun. But actually, I think it's been okay. The only thing I've been feeling is that you can always take a nap. You always feel like a little bit tired. No, but it's always nice with the dogs. はい、皆さんお疲れ様でございます。犬ぞりの後、体調がさらに悪化しまして、世界で最も北にある病院に行かざるを得ない状況になりまして、結局インフルエンザっていうことで、その後3日間また家で寝込んでたんですけど、興味深かったのがですね、このね、インフルエンザのって言われたのに、海外ではですね、タミフルとか全然処方されへんみたいな、全然薬処方してくれないってね、日本だけなんやってああいうタミフルとかね、処方してくれるんで、滞在した感じね、環境的にも生活するにもかなり過酷な世界で最も北にある町。そしてこの地はですね、死ぬことも生まれることも違法とのことみたいで、厳しい寒さの影響で土葬してもですね、遺体がちゃんと分解、腐敗されないことから、感染症などのね、ウイルスが死体の中に残って再感染を引き起こす可能性があると。そのことからですね、死体を島に土葬することが禁止されてるみたいで、死亡した場合は死体をノルウェー本土に一度送って、そこで火葬してからスバーバルで、埋葬しないといけないと決められているそうです。またこの地ではですね、生まれることも許されてないってことで、町にはですね、小さい診療所しかなく、出産やね、大きな手術には設備が足りないことから、妊娠はですね、出産の1ヶ月前までには本土に行かなければならないとのことみたいです。What about the hardest things for living here? The hardest things I think is the extreme changes of the seasons. If I have to choose between the dark winter and summer, I would choose summer still because after 5 dark winters here, I think it's been enough. It's quite heavy on the body and like you don't have that much energy like normally you would do, and The summer is really beautiful because you get the sun all the time, which can also be a pain in the ass sometimes because it's maybe hard to sleep. Oh yeah, it's difficult to sleep. Yeah, because even in the middle of the night, the sun is still high up in the sky. But if I have to pick one time of year that I prefer the most, I would probably say the winter is still. Winters? Yeah. Oh, wow, that's I'm Norwegian, you know, I'm a Viking. はい、ということで皆さん今回はですね、世界一北にある町からでございます。個人的にですね、真っ暗で極寒での生活かなりきついです。なんかエネルギーが出ないというか、もうマイナス思考にかなり入りやすい。地元の人とかもですね、ビタミン D 毎日摂取しながら、家にはですね、特別なライト照らしたりして、冬は乗り越えてるみたいなんで、過酷な環境ではあるんですけど、静かでですね、大自然広がるこのスバールバル諸島。What's the good things about, Svalbard? In this place, you can
You can find peace actually because it's very silent, it's very peaceful. People who live here are stress-free. Everybody is very chill. Everybody is very in a peace of mind. 夏はですね、今とは全く逆の世界が広がっているということで、夏も楽しみはあるかなっていう感じですね。死ぬまでに一度の体験としてはかなり良かったです。ということで皆さん動画がいいなと思ったらチャンネル登録のほどよろしくお願いします。スバーバルからでございます。アディオス。